はい、どうもこんばんは、ゆきです。今日もね、ギターの機材の紹介をしていきたいと思います。今日紹介するのはこちら、じゃじゃん。ローランドのキューブストリート EX ですね。ギターとボーカルだったり、いろんな楽器がつなげるアンプですね。ストリートミュージシャンの方にはね、すごく愛用されている機種かと思います。最近キューブストリート EX じゃないキューブストリートっていうのがですね、リニューアルされて2になりましたよね。でこのキューブストリート EX は、結構発売してから時間が経つと思うんですけど、未だにね、人気のですね、ストリート用のアンプだと思いますのでね、今日は紹介していきたいと思います。ね、先にお伝えしておきたいのはですね、これから見ていただく映像はですね、結構前に収録して動画としてですね、アップロードはしてなかったんですけど、そうですね。なので結構前の喋りなので、トークと音声がですね、お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、どうぞご了承ください。ということで、行ってみましょう。はい、ということですね、外観を見ていきましょう。かっこいいですよね。非常にシンプルで、売ってる時はですね、ここに CubeEX っていうシールが貼ってあったんですけど、それはね、剥がしちゃいました。金属のですね、キューブっていうプレートがついてますね。このプレートは、他の、CubeEX じゃない、キューブストリートっていう、これちょっと下のスペックがあるんですけど、と一緒ですね。キューブはいろいろね、あるんですよ。で、2発のスピーカーがついています。で、パワーも十分です。特徴的なのがですね、この背面のパネルですね。マイクと LINE の出力のチャンネルがここに一つあります。それぞれですね、ベース、ミドル、トレブルと EQ がついてます。で、これに独立したリバーブがついてますという感じですね。端子面は無着ですね。で、マイク、こういったですね、XLR 端子がですね、入るようになってます。で、ギターみたいなね、ジャックありますよね。っていうものもコンボジャックなんでバッチリ入ります。この真ん中の穴に挿すんですね。で、ここでマイクとインストですね。変えれるようになってて、マイクと楽器を変えます。マイクと楽器の設定ですね。で、マスターのボリュームですね。このチャンネルのボリューム、マスターボリュームです。で、次。こっちのセクションに行きます。こっちはですね、見ての通りマイク、ギターとあります。こちらにもマイクも入るし、ギターも使えますという感じですね。で、こっちで特徴的なのはですね、エレキギターがこっちで使えますと。ギターアンプのセクションがついているので、エレキを挿すときはこっちを使います。まずはですね、さっきと同様にコンボジャックがついてます。で、その横にですね、なんとこれチューナーもついてるんですね。これも非常に便利かと思います。ギターを使うのにね。で、上ですね、EQ があります。これはベース、ミドル、トレブル。ですね。で、こっちに行きましょう。アンプリファーって書いてますね。これはアンプのモードです。アコースティックシミュレーター。で、これはアコースティックシミュレーターですね。で、クリーン、ブランチ。ここから歪みも入るわけですね。で、リード。マイクは一番上。このマイクを使います。で、これにもですね、ボリュームがついてますので、このボリュームでボリュームをいじりますという感じ。これが2チャンネル目ですね。で、最後、3チャンネル目。こちらがですね、オーディオだったり、LINE の出力するセクションになります。下から行きましょう。LINE インがあります。例えば、ヒリックスとか、HX ストンプとか、ああいうギタープロセッサーみたいなのを使って、アンプに行くんじゃなくて、LINE で出しちゃう場合ですね。LINE 出力にするんだったら、ここが使えます。で、このセクションの特徴は、ステレオで使えるんですね。L と R があるんで、LINE 出力で LR 分けれるんだったら、ここで L と R 分かれます。例えばですね、パンのエフェクトだったら、左、右、左、右、左、右みたいなエフェクトがあるんですけど、そういうことが、この2発のスピーカー、この下の2発のスピーカーでですね、左、右、左、右みたいなことができます。あとはコーラスとかディレイだったら、片方はエフェクト音だけ、片方は原音だけみたいなこともできますという感じですね。キーボードとかも使うんだったら、この辺かっていう感じですね。で、上、オーディオインというのがありますね。このジャックはですね、ステレオジャックですね。こういったのを出すわけですね。で、そこから iPhone とかから音楽を流せると。で、それもステレオで聴きますと。だから左右2発のスピーカーでステレオで対応してくれるという感じですね。だからステレオ音源とか普通の音楽とかもステレオ対応できるので、そうですね、スピーカーとしても非常にいいかと思います。バーベキューとかキャンプとかに持って行って音楽を鳴らすスピーカーとしても非常に重宝するかなと思います。で、その上ですね、これちょっとね、コントロールパネルのですね、文字がひっくり返っちゃうので、編集でぐるっとさせますね。ぐるっと回りました。逆に手が逆になるんですけどね。ちょっと違和感あったらごめんなさい。ポンズっていうのはヘッドホンですね。ヘッドホンの端子を入れることができます。で、これをやると外のスピーカーはオフになっちゃうので、自宅練習用と考えてください。で、この間ですね、紹介したイヤモニがあります。で、こういうのを使いたいときは、この AUX アウトを使ってください。そうすると、外のスピーカーからちゃんと音が出た状態で自分の耳にも、こっちにも返ってくるっていう感じになります。ストリートライブやられる方だったら、こうやって自分のモニターとしてこういうものを使って耳に飛ばすのはいいかなと思います。よくやるのは、自分の後ろに置いてですね、演奏者もお客さんもスピーカーが向くっていうのはよくやるんですけど、そうするとお客さんからスピーカーが遠くなっちゃうんで、自分の前にスピーカーを置きたい場合、このアンプを置きたい場合っていうのは、こうやってモニターを別で用意するのがいいんじゃないかなと思います。で、これのラインアウトが LR ついてます。これから PA に行って、そこからまた別のアンプで増幅するみたいなこともできます。で、ステレオリンクっていうのがあるんですけど、この商品を2台置いて、LR とする、機能ですね。これちょっと僕持ってないんでちょっと使ったことないんですけど、これも非常に便利かと思います。で、フットスイッチですね。はい、そして僕がいつも押しているですね、
電池駆動ができるんですね。素晴らしいですね。ちょっとね、使う電池が多くてですね、単3電池8本を、使うんですが、その電源の節電モードがあるんですね。エコとノーマルとマックスっていうのがあります。でそれぞれね、ボリューム差が違うんで、電源取れる場合はマックスでいいと思いますし、電池節約したいとか、安いところを選んでいけばいいかなと思います。さっき言ったみたいなバーベキューとかキャンプに持ってって、ちょっと演奏を楽しみながら、食べてる時は iPhone からお気に入りの楽曲だったり BGM を流すみたいなこともね、できるので、非常にいいかと思います。非常に軽いのがね、気に入っているところではあります。はい、ということでですね、ちょっと音を鳴らしてみましょうか。こちら、高峰のエレアコをつないでみます。これでじゃあアコースティックにして、エクストライブ U2 を挿します。はい、こんな感じでアコギの音が出ます。次はエレキで鳴らしたいと思います。ES335 をつけました。これがクリーン。で、リバーブを上げてあげると、はい、リバーブ上がりますと。で、エフェクターですね、コーラス。はい、こんなんも入ってて、あとはディレイですね。はい、面白いですね。こんな感じです。これ今、星見の音。で、クランチチャンネル。で、リード。これが一番歪むチャンネルですね。で、ちょっとディレートが入れて、リードが使えますと。体感としてはですね、アコギの方が僕は好きですね。これがですね、マイクとか他の楽器と同時にですね、ここで完結してるっていうのがすごいですよね。というところでですね、じゃあマイクもつなげてみましょうか。マイクはこういうダイナミックマイクですね。これは手話の58ですね。スタジオとかライブハウスにどこでもあるやつ。SM58 です。マイクで気をつけなくちゃいけないのが、コンデンサーマイクは刺さらないんですね。ファンタム電源が供給することができないので、それを使いたい場合は、前に紹介したですね、ボーカルエフェクターみたいなものを、ボスで言うと、VE500 とか VE20 とか、ああいうもののファンタム電源出せるんで、コンデンサーマイクを使いたい場合は、また違う機材を一つ、挟まなきゃいけないという感じですね。はい、SM58 ですね。コッパーで。このカチカチをマイクにします。で、ボリュームを上げていきますね。はっはっはっは。マイクだけ入りました。リバーブも何もかかってないので普通の声です。リバーブを入れていくとですね、はっはっはっは。すごい深いリバーブまでかけれます。マイクの音いいですよね。とても使いやすい音だと思います。はい、こんな感じで非常にマイクもギターもで他の楽器今だったらここのですね空いてるのでまだ1本刺さるというような感じです。でこれチューナーがあるんで、はい、こんな感じのチューナーがついてます。これも非常に便利ですよね。という感じでですね、非常に使い勝手のいいアンプだと思いましたので、気になる方だったり、ストリートをやる方だったり、家でちょっと簡単に声出せる環境を作りたい方だったり、ライブでですね、自分用に転がしモニター、モニターを使いたい場合とかだったりに非常に便利かと思います。という感じでね、非常に使い勝手のいい商品だと思いますのでね、気になる方は購入をご検討してみてはいかがでしょうか。僕はこれね、いい感じだと思います。はい。さて、いかがだったでしょうか。いいですよね。非常にですね、非常に優れたスペックでですね、結構筐体自体も軽いし、ボーカルをつないでそこからリバーブも多彩につけることができるって言ったり、ギターをつなぐことはもちろんですし、キーボードだったり、そういうラインの出力の楽器もね使えるということで、非常に便利かと思います。でそのラインの方の信号はですね、ステレオで使えますので、2発あるスピーカーを L と R で交互に出すみたいなことが LINE の方の入力からは可能になってますので、非常に使い方によってはね非常に面白いかと思います。あとはそのチャンネルリンクなんかを利用して2つですねスピーカーを置いてで LR として使う
みたいなね、こともね、できますので、非常にね、幅広い使い方ができるのかなと思いました。ボリュームもしっかり出るし、非常に使いやすいものかと思いますので、興味ある方はぜひね、この動画のですね、概要欄にですね、商品のリンクを貼ってますので、ぜひそちらからご覧いただければ参考になると思いますのでね、ご覧いただければと思います。という感じでね、僕の動画ではこういう感じでギターの機材の紹介や、ボスのエフェクターの紹介、そしてギターの紹介、そしてあとバンドマンのですね、エフェクターボードの紹介なんかもね、やってますのでね、ぜひね、この機にチャンネル登録をしていただいて、また次の動画でお会いできればなと思います。ということで、本日もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ゆうきでした。じゃあね、バイバイ。